はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターナです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日新月から12月5日満月までの2週間を星の解説しながらタロット見てみたいと思います。よろしくお願いします。いきますね。あと11月20日からカペラノートの PDF 版が発売になりました。ノートをご購入いただいた皆さんは本当にありがとうございました。11月末までにはお届けできますので少々お待ちください。デジタル版をご興味ある方はね、ぜひ概要欄から詳細ご覧になってください。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい。ペンタクルスのクイーン、そしてカップの4、カップ、ページ、ソード10、ワンドの4、ペンタクルス3の逆、カップキング、気をつけることや対策が、ペンタクルスの6とカップ10の逆、はい、そしてオラクルはじゃん、ソードの6の逆ですね。なるほどなるほど、分かりました。前のね12星座共通の動画でお伝えしたんですけど、11月20日の新月っていうのはすごくその自分の理想像が変わるかもしれないとか、その何か自分のブロックが外れるよみたいな時なんですけども、魚座さんにとってはすごく意識が高い時なんですね。もう何でも分かってるって思うぐらい、もうなんか神経がつながりまくって、シナプスの欠乏が起こりまくって、なんだか感覚もなんか超えているし、何でもわかるみたいな、そんな感じになるかもしれません。ものすごく豊かな感性があります。で、これだけ豊かな感性がある時だから、必要以上にもしかしたら敏感に余計なものを感じてしまうこともあるかもしれませんね。でもいいんです。それはいいようだから。たまにちょっと感じたくないことまで感じちゃったなみたいなことがあったとしても、その分別のものすごく自分を飛躍させるような意識だったりとか、専門性とか、自分の道が見えていくみたいな、開かれていくみたいな、そんな計画性みたいなのがババババーンってつながっていきそうな感じがするので、そういった豊かなイマジネーションで自分の人生設計を立てるとか、ちょっと考えてみるっていうのがすごくいいと思います。で、さらに11月の22日以降っていうのは太陽がい手座に入ってくるので、魚田さんは社会運が開かれるっていうんですかね。もう人から受け入れられるとか、外に行く機会があるとか、いろんな人と関わるとか、そういうチャンスがあります。そしてもう一つ、なんか楽しくなるっていう、シンプルにね楽しくなるっていうのもあるかもしれません。特に12月1日からは金星がい手座に入ることによって自分の世界が明るくなるんですね。で、これは社交性が上がるっていう意味もあるし、社交性が満たされるっていう意味もあったりするので、今までなんとなくもう傷つきたくないから外に出たくないとかって思っていたのが、受け入れられる環境があるっていうのかな、自分を必要としてくれる環境がいるとか、受け入れられるっていうことを感じて、本当にふわーっと豊かになる感じがします。いつだったかな、自分の感性を冷凍庫に入れてカチンコチンにしてた時期がありましたよね。だけど溶けてるって感じがすごくしました。いいことです。そして入り口がやはりペンタクルスのクイーンなので、これすごく聡明に賢く堅実に何かを進めていけるよっていうカードなんですね。で、これが出てるっていうことはここまで結構順調に来たんじゃないでしょうか。なんかお仕事なのか人間関係なのか、計画してきたことっていうのが膨らんでると思いますし、今この11月末から12月頭に関しても全然いいんです。もう本当に魚座さんはこのエネルギーをもうふんだんに活かせるって感じでしょうか。もうタップタップの感性の中で何でも生み出せるみたいな感覚です。なのでその感覚をぜひ現実的に落とし込むための、計画だったりとか、意識のなんか記録だったりとか、そういうのをしておくといいかなと思いましたね。唯一ちょっと気をつけてほしいなって思うのは、先ほど言ったみたいにとっても豊かでクリエイティブな時だからこそ、
なんかどんな電波も拾っちゃうみたいな感じがあって、ちょっとネガティブモードの電波拾っちゃいましたとか、誰かが別に何の気もなく言った言葉に自分が深く反応しちゃいましたとかっていうのもあったりして、すごく感情がすごく晴れるかっていうと、感情はそんなに晴れてるわけじゃないんですよね。なので現実生活はすごく安定してたりちゃんといってるんですけど、あのなんか感情がどんどんその湧き上がって、喜びが湧き上がるほど何かその燃え上がるようなこう薪がくべられてるわけではないっていう感じなんです。でもいいんです。それでも別に、他者から感情を褒められたりとか持ち上げられたりとかして喜ばせてもらわなくても、本来は魚座さん自身が生み出したい力とかクリエイティブな力とかこれしてみたいみたいな思いが湧いてくること自体が楽しいわけですから、それがうまくいくとかうまくいかないとかまた二の次で、あ、そうしたいなとかこうできるんじゃないかなって湧き上がるイマジネーション自体が魚座さんの特徴で自分の特権なので、それを楽しんでください、ぜひね。ただ今この時期はまあどうでしょうね、魚座さんのその土星がちょっと魚座に戻ってる時期もあるかもしれないんですけど、ちょっと体が疲れてるかなって感じはします。もし何かやはりここ何年かの疲れがいろんなところに出る、例えば歯に出るとか腰に出るとか骨に出るとか、そういうのもあるかもしれませんし、本当にただの疲労が蓄積してるっていうこともあるかもしれませんので、もしそういうふうに何かちゃんとねケアしてるよっていう方は順調にそのケアも進むと思いますので、あんまり悲観しすぎないでくださいね。そしていや体は大丈夫ですっていう方はちょっと精神的にもっと自分がこう豊かさをもっと超えて感じられるように鍛えられてるって感じもしますね。で今ここで出てるソードの10のカードっていうのはなんかまるで身内に刺されたみたいな、仲間だと思ってた人に傷つけられたみたいな感じのカードなんですけど、本当に傷つけられたんでしょうか。それともあの傷つけられたかのように弱い自分になりたかったんでしょうか。あの誰でも強くある時もあれば弱い時もある、ポジティブになれる時もあればネガティブな時もあるっていうのはそれは当然のこと、自然のことなので、自分がちょっと落ち込みたいなとかネガティブになりたいなっていう時に誰かの言葉を無理やり引っ張ってくるとか、そういうつもりじゃないけどそう捉えるとかして、もしかしたら自分の中で脳内変化が起こっているかもしれませんので、あまり自分を責めないでくださいね。そして自分が責められているというふうにも思わないでください。でもまあすぐに晴れると思います。11月22日以降、その太陽が一座に入ったら要するに社交性とか世界が優しく感じられると思うので、水星逆行も終わりますし、ここでやっぱり豊かな関係性がありますね。なんかほっとしてるとか、ああよかったとか、そういう感じです。なんか緊張が取れているっていうかな、そんな感じがするので、今感じてらっしゃるストレスっていうのはもうすぐに解けていくと思います。でそしてここからですね、なんかまた一生懸命勉強したくなるっていうか、こう会議をしてるみたいなイメージがあって、ここでペンタクスの3の逆なんですけど、自分とは全然違う専門家の人たちや専門分野の違う畑の人たちと一緒に話し合いをしたりとか相談したりとかして何かを作ろうとしているっていう感じがありますね。これはお仕事かもしれないし、関係性というものかもしれません。でもすごくいいなと思ったんです。ここでカップの剣が出ていて、これは逆位置になってますけども、やっぱり魚田さんらしい優しさがあるなと思いました。その優しさを他の人が受け入れてくれてるかわからないという疑問がまだあるから、ちょっと私から見るとまだ逆位置なんですけど、でも十分にその優しさがあるなと思いました。で魚田さんのこの感性っていうのは自分だけの特権だと思ってくださいね。なので他の人が同じように分かるかっていうと分からないのが普通自然のことなので、分かってもらえてないんじゃないかなって思ったとしても分からなくてもいいんじゃないかなぐらいの感じで、もう自分の特権だからこれはっていう感覚でいてください。そしてちょっと対策なんですけど、ここでカップの10の逆が出てるんですね。だからこそ本当に自分が感じていることをそのまま周りの人も全部感じてくれてみんなで喜んだらハッピーなんですけど、やっぱりそれぞれの価値観は違う、それぞれに求めているものも違うってなると
それぞれがそれぞれの心の中で喜んだらいいということで、みんな満場一致じゃなくてもいいと覚えておいてください。なんか自分のことを優先すると、じゃあこの人はうまくいかないじゃないかとか、この人の意見は外れるってことになってなんか悪いかなと思うかもしれないけど、それぞれがそれぞれの真実に従って行動してると、いずれそれは調和します。今すぐじゃなくても、今すぐ全部整わなくても、いずれタイミングが来た時に全部がうまくいくっていう形になるので、目先のことで判断しないでねって感じが出ています。もう一つ気をつけることとして出ているのがペンタクスの6というカードが出ていて、ペンタクスの6っていうのはなんかバランスが大事だよっていうふうに言われてるんですね。で一般的には例えばお仕事とかだったら、これだけの労力を払いました、これだけ働きましたからこれだけいただきますみたいな、そういったちゃんとルールが決まってるって感じですけども、この時期の魚座さんっていうのはそれが価値が測りづらいって感じがします。自分がやってる行動っていうのはそのお金では換算できないぐらい価値のあることかもしれないし、でそれに対して例えばこんだけしか入ってきてないって思ったとしても、それ後から違う形で入ってくる可能性もあるし、人間関係に関しても自分こんなに思ってるのに分かってもらえてないとか通じてないって感じるかもしれないんですけど、通じるのは1ヶ月後かもしれないし、3ヶ月後かもしれないし、半年後かもしれないなっていう感じで、今すぐイコールにならなくても大丈夫だよっていうふうに覚えておいてください。なのでね、やっぱりオラクルで言われてるのが、思い通りに順風満帆に全てがスムーズにいくわけじゃないから、なんかつまずいてる気がするとか、なんか違う気がするって思うかもしれないけど、ちゃんとそれ自体が必要なことで起こっているプロセスであって、タイミングが来た時にちゃんと整うよとか、ちゃんと統合されるよっていうことを言われてる気がしました。はい、ということでちょっとお仕事のことを見てみますね。仕事はどんな世界でどんな仕事をしたいのかなっていうことをなんか想像していただくと、そんな風になる気がしますね。とにかく固定概念というか既成概念はできるだけ緩めておいてください。もうどんどん未知のことが可能になってくる時代ですからね。黒田さんの仕事運、吊るし人、カップの8、ソード4ということで、なんか仕事に対して今ね、特に11月22日以降って社会運があるよということなんですけど、これ仕事だけじゃなくて人間関係とか環境が恵まれるっていうことがあるので、ただただ仕事以外で楽しいっていうふうにも過ごせちゃうんですね。で仕事で生かしたいという方は、この環境運っていうのは仕事にも活かせるんです。どっちも使えるんですけど、今仕事っていうのでカードで見ると、吊るし人にカップの8でソードの4っていうのは、あんまり仕事したくないのかなって感じが出ています。仕事っていうもの自体が、例えば我慢してやるものとか無理してやるもの、休みたいけど休めないものみたいなイメージだったら、もう今はやりたくないんですと、今こんなに華やかないい天気だから外で行って遊ぼうよみたいな気持ちになるかもしれませんね。でまたはお仕事ってなった時に、本当に自分がやりたい仕事に対して今は動きづらいということがあるのかもしれません。オラクルもここで言ってた、その順風満帆に流れがあるわけではないっていうことを前提に理解しておきましょうっていうメッセージがあるので、なんかやりたいことは明確にあるけれども、それをやるにはタイミングが必要なんだとか、今まだその時じゃないんだみたいな感じがあるかもしれませんね。身動きが取れない、動こうと思っても動きづらい、だからこそ止まってこの状況の中でよーく見てアイデアを練っているっていう感じがしました。いいと思います。いいと思います。ゆっくりしてください本当に。仕事全然頑張りたいですって言ったらやってもらって全然いいんですよ。でもあれですね、がむしゃらに稼ぐっていうよりも、ちょっと遊び心を持って楽しんでみる方が仕事につながるのかもしれないですね、この時期。はい、ちょっと人間関係見てみますね。もし仕事に対してのやる気を失っていますとか、どうしようかなって考えていますっていう方は、とにかく体がしんどい方は無理せず本当に休んでください。休まずして
次の案とか次にどうしたらいいかなんて出てきにくいですから、ゆっくり休むっていうことをもう第一目標にするっていうのもいいと思うんですね。で仕事、体じゃなくてただ仕事に対してのモチベーションが湧かないんだっていう方にとっても、その状態を受け入れてください。無理に頑張るとかじゃなくて、もうやる気ないっていう状態を受け入れて静かにしてると、いずれまたそのなんか気づきが起こるっていう感じでいてくださいね。別にいやもうやる気満々ですっていう方はそのままいてくださいっていう感じです。ちょっと人間関係見てみますね。ソードのクイーン、また出ましたね。通し人ワールドということで、なんか一瞬もう嫌だみたいな、そういう思いがあるのかなっていう感じがしますけど、今やっぱりソードの銃でぐっさり刺されて死んでるみたいな感じがあるので、その何に気づいたのかなっていう感じはありますが、傷ついたと思っているのは自分が自分をそう見てるからっていうこともあると思うんですよね。なんか説教臭くなったら申し訳ないんですけれども、例えば私が田原さんって本当男みたいですよねって言われて、男みたいですよねとか男ですよねって言われても、男じゃないですけどみたいな、全くかすらないんですけど、自分が全然なんか女らしくないし自分は男っぽいわっていうことにコンプレックスを持ってるとしたら、そう言われたらぐっさーってくるっていう感じがあるので、自分の中にその思いがないと傷つきもしないわけですよね。なので何に傷ついたのかなっていうところで、もしかしたら分かってくれると期待していたのに分かってもらえなかったっていうことがあるのかもしれませんが、分かってもらえますみたいな感じがあります。それはやっぱりちゃんと伝える、自分も伝えるっていうことをするとちゃんと分かってくれるよって感じがすごく出てるんですね。だから人間関係でもなんだか少し引いてる感じがあるんです。だから余計なこと言わないでおこうとか、もうこれ以上傷つかないでおこうとか、自分の中で勝手に答えを出して、この人はもうこういう人だったっていうふうになんか決めちゃう方が自分が傷つかないみたいな思いがあるかもしれませんし、とにかく自分で自分の動きを止めてますね。だけどその後いきなりワールドって出てるんですね。なのでそんなことなかったとか、やっぱり自分は受け入れられていたとかっていうふうになんか急に切り替わるんですよ。ここもさっきもなんかもうダメだと思ってるけど急に仲良くしてるみたいな感じがあるので、なんでしょうね、その止まってる状態とか自分で自分を否定してる状態からいきなり世界が変わるって感じがあります。で現実世界とかお仕事とかに関して、もしくは関係性とかに関してはゆっくりとシフトしていくのでそんなに変わらないと思うかもしれないんですけど、感情面とかさっきもね、感情面がすごく満たされるわけじゃないけど客観的に見たらうまくいってるじゃないみたいな感じなので、人間関係においては恐れすぎないでください。そしてこれですね、やっぱり言っても分かってもらえないんじゃないかっていう恐れを置いといていつかきっと分かってくれるという信頼のもとに話をしてみるとか、なんか変に避けたりとかすると余計誤解を招きそうだなと思ったので、じっくりゆっくりすることで自分の中で答えが出るのはとてもいいことなんですけどね。でもちゃんと世界は待ってるよって、相手だったりとか環境は魚座さんらしさとか魚座さんを待ってるよって感じがしました。はい、どうでしょうか。ここまでの流れで分かったよっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。もう一枚ちょっとカード引いてみようと思うんですが、次回11月30日にYouTube ライブをしようかなと思っています。これはカペラノートを購入してくださった皆さんに使い方の説明をしたり、あと Q&A を答えていこうかなと思っています。そして同じ日の11月30日の夜9時45分から YouTube のメンバーシップの限定のライブをしますので、ご興味ある方はぜひお待ちしております。では最後もう一枚いきますね。魚座さん、はい、どうですか。このカードを見て何か感じることがあれば皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてください。なんか優しいですね。元素っていう感じ、自然の精霊たちがちゃんと
見守ってくれてるよとか、森羅万象の中で私たち生かされてるよって言われてる感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。